ちは、インクレディブルーのグミです。インスタで先にご紹介しましたこちらのカード、開くとバードクレイジーがポップアップするカードでマッチブック型になっています。実はこのカード、お菓子のようにペリペリと剥がして開きます。マイフェイバリップシングスのリップストリップの台を使いました。ペリペリと剥がすとこのようなセンチメントが現れてくるようにしてみました。センチメントを読んだ後に開くとバードクレイジーがポップする楽しいカードになっています。バードクレイジーはスタンプの輪郭や羽、目などがカットできる台が別売りで販売されています。最近ではスタンプと輪郭がカットできるライトのセットのものが多く販売されています。輪郭がカットできるのでこのカードには最適です。スタンプでなくても輪郭がカットできれば台でもできます。このように猫ちゃんの台を使ってくり抜いて、こちらはハートをポップアップさせています。蝶々の台やハロウィンの台、大きくなりますが、ライオンも輪郭がカットできれば作れます。もしこのような台を持ってなくても、丸や楕円、四角やハート型などにくり抜いてスタンプすればポップアップすることができますね。今日はこちらの作り方をご紹介していきます。それでは始めていきましょう。はじめにカードストックをカットしていきます。A4 の短い方の21センチはそのままで、長い方を3インチ、7.5 から8センチでカットしていきます。フォーカルポイントに持ってくるものでカードのサイズは変えてくださいね。こちらはティムの新しく出たロータリートリマーです。私はカードボードをよく使うことが多いので、厚いものもスパッとカットできて気持ちいいです。切れ味も抜群で、カットのラインもとても綺麗です。バードクレイジーの背景にはニュートラルカラーを持ってきたかったので、スクラップブッキングの余っていたジャーナルノートを使うことにしました。このような紙の在庫がたくさんあるので、どんどん使っていこうと思いました。カットしたカードストックを半分に折ります。後ろにはセリアで販売されている全面付箋を貼っておきます。カードの後ろが汚れなくてとても便利です。ジャーナルノートを使いたいサイズにカットしておきます。センチメントや仕掛けに使うカードストックをカットします。同じ幅で1インチ、2.5 センチで1枚分は2本作ります。ジャーナルノートの色に合わせてカードストックにインクをブレンディングしていきます。インサイドも同様の色でブレンディングしておきます。
もう1枚はジャーナルのアクセントカラーの水色でブレンディングしていきます。ジャーナルの縁もインクでエイジング加工をしておきます。表紙にジャーナルを貼ります。バードクレイジーをダイカットするので、しっかりと端っこまで糊をつけておきます。インサイドのジャーナルはそれほど糊を気にしなくていいと思います。スタンプの収納や余っているクリアファイルの切れ端をダイカットマシンに使います。アクリルプレートの上に置き、その上に紙、台を置きます。アクリルプレートに深い傷がつかず、また紙の汚れがつくのを防ぎます。このように紙の汚れがつくと他の紙も汚れてくることがありますが、ファイルを挟むと綺麗なまま透明感が保てます。そしてとても抜けやすくなります。台にも全面付箋を使います。マステだと紙が剥がれてしまうことがありますが、全面付箋の粘着は安心です。ペリペリの台は端から5ミリくらい開けてカットします。アクリルプレートの上にクリアファイルを敷き、その上に紙と台を乗せていきます。クリアファイルは薄い台だとカットされてないので、傷をプレートの代わりに吸収してくれます。端っこをカットします。このように何度も使えて便利です。ボロボロになったら捨てます。次はバードクレイジーを抜いていきます。あまり上の方から抜いてしまうとポップアップの高さが出なくなってしまいますので注意しましょう。付箋を貼ってずれないようにして抜いていきます。大カットしたものはスタンプの下に貼ります。足の細い部分などが補強されて安定します。バードクレイジーはジャーナルの色に合わせて塗りカットしておきました。
掛け用のカードストックを中心からバードクレイジーの一番下のラインで折ります。素材によって長さが違ってきますので、決まった長さがありません。折り線からバードクレイジーを乗せる部分を折り、高さが約1センチだったので、さらに1センチ折り、残りがのりしろになります。のりをつける部分をバッテンで印をつけました。さらに小さく斜めにカットします。のりをつけ、中心線からはみ出さないように貼り付けます。のりをつけ、バードクレイジーを乗せる部分で折り、貼り付けます。ポップアップの高さの部分にのりをつけないように注意しましょう。ボンホルダーなどでしっかりと貼り合わせます。ポップアップは閉じた時に貼るのが正解で、完全には開ききらなくても大丈夫です。この場合、仕掛けが少し見えてしまうので、下に紙を貼ろうと思います。このような仕掛けが見えないような素材を貼るといいと思います。こちらのバードクレイジーは足と尾の部分でピボットさせると、足がぴょんと表側に見えて可愛いので、そのようにしていこうと思います。足と尾のラインでまず折ります。それと同じ長さで3等分に折ります。残りがのりしろになります。表紙の方にはみ出さないようにのりをつけ、仕掛けを貼ります。反対側にものりをつけ、折り曲げてボックス型になるように貼り合わせます。折り曲げた部分を中心に、足や頭が出たり入ったりピボットします。バードクレイジーの足を外側に出して、輪郭を下ろしながら、中からぴったり合うように仕掛けの上に貼っていきます。こちらは仕掛けが見えてしまうので、素材で隠してしまいます。仕掛けの上にのりをつけて素材を貼ります。バードクレイジーにのりをつけ、輪郭に合うように中から合わせて貼ります。センチメント用のカードストックは外から見えないように少し短くカットします。ペリペリの下の部分を折って印をつけて、その上にセンチメントのスタンプを押していきます。
ペリペリの上の部分で折って印をつけ、飾りばさみでカットしていきます。線より上の部分がマッチブックの挟む部分になります。ヴィンテージフォトでエイジング加工しておきます。印より下のセンチメートのあたりまで糊をつけ貼り付けます。ちょうど真ん中ぐらいがいいと思います。ペリペリっとカットした後にマッチブックのように入るか確認しておきましょう。メッセージを記入したら一番下のペリペリの細い部分にしっかりと糊をつけ貼り合わせます。黒いカードストックに静電気防止の粉をつけ、バーサマークをつけたらライニーテキストをスタンプしていきます。ホワイトエンボスパウダーを振りかけます。端についてしまった粉は練り消しを使うと簡単に取ることができます。練り消しを練って細くしてこのように取るととても便利です。テキストの端をバナー型にカットします。真ん中にハサミを入れてから斜めに両端からカットします。テキストの端に糊をつけ貼り付けます。最後に表紙が少しだけ寂しいのでスタンプを加えて完成させます。はい、いかがでしたでしょうか。バードクレイジーのスタンプと台を使ったピボットポップアップカードをご紹介しました。お菓子のようにペリペリと剥がすとセンチメントが出てきて、足がぴょんと出たり入ったりがとても可愛いです。こちらは仕掛けを隠すために貼りましたが、何か意外な素材が開けた時に出てくるというのも面白いと思います。このように足を出さずに丸太を加えたりというのも面白いと思います。いろいろアレンジすると楽しいカードになります。足が外に飛び出している分、メッセージの部分が少し広く取れる気がします。メッセージを記入したらペリペリの下の部分にしっかり糊をつけて貼り合わせましょう。ペリペリと剥がした後、メッセージが出てきて、このようにマッチブックのようにしまえます。バードクレイジーの台とスタンプを使って楽しいカードができました。台を使ってもこのように作ることができます。こちらは去年ペリペリの台を使ったハロウィンのカードです。
ペリペリと剥がした後、ミイラが飛び出してきます。このようにペリペリの台は何が出てくるかわからないというワクワクとした楽しさがある台です。ぜひ皆さんもアレンジして楽しんでみてくださいね。今日は最後までご視聴くださりありがとうございました。